こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クエスト、質問の哲学、究極の知考と勇敢な思考をもたらすは、エルケ・ビスによる知的、探求心と思考力を育てるための指南書です。本書は質問することの持つ圧倒的なシェアに朝目し、単なる答えや情報獲得だけでなく、人が本質的に成長し位置へと踏み出すための大切なスキルとして質問力を掘り下げています。著者は質問の質が私たちの知行や想像力、さらには他者との関係性や社会全体の進化までに及ぼす影響を歴史し、ビジネスや教育、日常生活においてどう実験するべきかを具体的に述べています。現代社会は情報過多の時代ですが、正しい質問を見極めて発するらこそが究極の知性や勇敢な思考へと導く原動力となることを読者に伝えています。自己理解を深めたい方や、職場、家庭でクリエイティブな議論を流したい方、またはリーダーシップのスキルを磨きたい方にとっても、本書は新たな視点と実験的な方法を提供してくれます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、質問する力が通学知的探求の秘な。本書では、まず質問することそのものが知的冒険の原点であると強調しています。情報収集や意思決定だけに終わらず、問いを立てることが自己成長やイノベーションの出発点であると述べられています。著者は、質問の価があるべき未来や可能性を見有めるための指針になるとし、固定観念やバイアスから解放される手段として質問する例の大切さを説きます。自分自身や他者に対する質問がどのように思考の幅を広げ、問題の本質に迫るのかを具体力を教えながら解説。質問例を伝える習慣が個人の成長と組織の革新に密接につながっていると論じます。次に、究極の知見とは何か。本書の核心の一つは、究極の知見とは何かに破る点です。著者によれば、究極の知想とは膨大な知識を有することだけをなさすのではなく、適切な問いを投げかけ、その答えを探るプロセス全体を指します。つまり、他への積極ではなく、問い続ける姿勢そのものが知語だと定義しています。ビッグデータや AI が量産する時代だからこそ、単純な解達よりもまだ明確にされていない疑問や新たな問題設定こそが知的価値をもたらすと述べています。この考え方によって読者は自分自身の知的探求心と向き合い、新たなテーマやアイディアに挑戦する勇気を持てるようになるでしょう。さらに、勇敢な思考を抑える質問力。勇敢な思考とは、自身や既存の価値観に疑問を持ち、恐れずにそれに挑戦していく例です。本書では、人は失敗や批判を恐れるあまり、無意識に思考停止しやすいと指摘しています。しかし、疑問を持ち、未知に属む姿勢こそが、イノベーションや成長につながる道だと強調。意見すると、余分に思われることでも問い続ける大切さや、困難なテーマにあえて踏み込むためには、どんな心構えが必要かを紐解きます。組織や社会で新しい価値を生み出すためにも、勇気を持って質問を投げかける力が不可欠であることを、様々なケーススタディを通して読者に試しています。そして、質問による対話とリーダーシップ、対話やリーダーシップにおいても、質問力を集めて重要な役割を果たします。本書では、リーダーが正しい答えを出すこと以上に、チームや関係者の潜在能力を引き出すための質問を投げかけることが重要だと述べています。参加者の意気欲や創造性を高める質問の種類や、相手を傷つけずに本音を引き出すコツといった具体力も多数紹介されています。このプロセスによって組織はより風通しの良い対話環境を作り、主体性と多様性を育むことができるのです。読者は本書を通じてリーダーの技術としての質問力を再認識し、職場やコミュニティで生かすためのヒントを得られます。最後に、質問を習慣化するための実験アプローチ。せっかく質問力の重要性を理解しても、日々の生活や仕事にうまく活かせなければ意味がありません。本書では、
質問を習慣化するための具体的な方法論も詳細に示されています。例えば、5つのなぜで原因を深掘りするテクニックや、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの使い分け、メモや日記を通じた振り返りの習慣化など、すぐに実践できるアイディアが満載です。自分や他人への問いかけを意識的に日常に取り入れることで、新たな気づきや柔軟な発想を得ることができ、長期的には自己変革や目標達成に大いに役立つでしょう。結論として、この本は知的好奇心を高めたいすべての人に最適な一冊です。特に日常や主義室で課題解決に悩むビジネスパーソン、家庭や教育現場までより良い対話を実現したい方、新しい価値やアイディア創出に挑戦するイノベーターに強くお勧めします。世の中には自己啓発やビジネス数が多く存在しますが、本書は質問するという普遍かつ本質的なテーマを掘り下げ、具体的な実験方法とともに知性と勇気を山のう通しを示してくれます。ただのノウハウ本でも理論書でもありません。なぜを深めることで、これまで気づかなかった自分の可能性や他者社会との関係、現代社会の本質を見つめ直すきっかけになるでしょう。質問量は人生をより豊かにし、あらゆる場面での応用力を高める最大の武器となります。読み終える頃には、無知への見方やアプローチが変わり、どんな状況でも本質を見抜くうびさと勇気を持てるようになるはずです。他の本と比べても根本的な考え方の部分から成長できる実感があるため、長く手元にしておいて啓発の面として活用できます。ご支援いただける場合は LKBIS ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。